お疲れ様です。2時間前の北川です。今日もね、フレット教室始めていきたいと思います。今回もね、作家で食べていくために必要な考え方の話なんだけども、テーマはね、お客さんのニーズっていう話をします。で、このお客さんのニーズっていう話、何につながるのかっていうと、これめちゃくちゃ大事な話で、今現在ね、作品作って販売してる作家さんいっぱいいると思うんだけども、あるいはオーダー取ってる人もいるかもしれないし、これからね、今まだ販売してないけど、もう少し練習して上手くなったら販売始めようって思ってる人もたくさんいると思うの。で、もうこれね、もう本当に販売にあたってもうすごく大事な話だからね、本当ちゃんと聞いてほしいんだけども、このね、お客さんのニーズっていうものが分かっていないと、絶対に売れない。絶対に売れない。もうこれ断言する。で、結構ね、勘違いしている人が多いんだけれども、みんなね、こんな風に思ってない。売れる作家になるためには、高い技術力を手に入れて、クオリティの高い作品が作れるようになったら、売れっ子になるんだって思って、それはね、大間違い。もう全然大間違い。確かに、やっぱり売れるためにはっていうかね、たくさん大勢の作家がいる中で、やっぱりね、目指すためには技術力は必要。だから、ある程度のクオリティになることは必要。だけど、そこ、頭一つ完全に飛び抜けるほどの技術がなくても、売れる人は売れるの。で、それはなぜ売れるかっていうと、売り方をちゃんと知ってるから。で、その、売り方って何なのっていうのは、お客さんのニーズっていうものを理解してるかしてないか。お客さんのニーズっていうのは、お客さんが欲しがってるものね。お客さんの抱えてる問題とか悩みとか、今欲してるもの。いや、答えそのものだよね。それをちゃんと見えてるか見えてないか。見ようとしてるかしていないか。これがね、すごく大きく影響するので、ここをね、ちょっとトレーニングできるようなね、話を今日していきます。で、これはね、もちろん簡単じゃないの。だってできたらさ、世の中の人みんなが商売成功するから。でも世の中の多くの人がね、商売やってる人もなかなかうまくいかなくてギリギリでやってるのはこれがわからないからなんだよね。でも、わからないのは、わからないなりに理由があって、見ようとしてないから。やっぱりそこを常に考えるようにして、こうじゃないだろうか、ああじゃないだろうかって常に自分の中でなぜって考えたり仮説を立てたりとか、これどうしてなんだろうってそこを考えない。一休さんって漫画わかる？一休さん。昔だとね、若い人は見てたら知らないかもしれないけど、僕のチャンネル結構ね、僕と同じか年上の方多いのでわかると思うんだけど、一休さんにさ、どっちで坊やっていたでしょ。どっちでって何でもどっちで聞く。ちょっとうざい子。もうあれがね、正解なんだよね、商売する上で。これすごい行列ができてるのはどっちで、これがすごい人気なのはどっちでって、もうほんとどっちで坊やになってほしいの。すると、そのね、常に謎解きをしようとするからね、答えがね、探せるようになるから、そうすると、どっちで坊やになると、その、どっちでのこのね、なぜの精度が上がってって、答えを見つけられるようになるから、これをね、ぜひやってほしいんだよね。有名な話がちょっとあって、マックあるじゃない、マクドナルド。で、僕もマクドナルド好きで、ね、結構行くんだけど、で最近はね、さすがに年齢的に食べたらもう胃もたれがひどいから行かなくなったんだけど、でマクドナルドね、で何年も前の話なんだけど、そのマクドナルドがお客さんの層、もうちょっと若い女性の層を広げたくてアンケートを取ったんだって。でその時に若い子を対象に、どんなハンバーガーとかあったら嬉しいっていうような聞き取りをして、その答えを商品化したんだって。でこれ売れると思うじゃない。どう？だってお客さんのニーズを聞いてるわけよね、アンケートで。どんなハンバーガーあったら嬉しい？どんなの食べたいって聞いたわけ。したらね、女の子たちはこう答えた。今ダイエットしてるから、野菜バーガーとかあったら嬉しいとかね。やっぱりお肌に気をつけるから、なんかサラダみたいな感じのバーガーがあったら嬉しいとかっていう、なんかそんな回答が多かったんだって。で、それをマクドナルドは商品化したの。したらね、見事なくらい売れなかった。全く売れなかった。で、すぐラインナップから消えちゃったんだけども。で、これはね、何が起きてるかっていうと、お客さんの本当のニーズっていうものを読み間違えたのね。アンケートを取ってみんなが、多くの人が、女の人が答えてくれた表面の回答を鵜呑みにしちゃったんだ。そこにある、中にある深層心理を読み取れなかったっていう失敗例の話なんだって。でこれね、みんなもハンバーガー食べに行ったりすることあると思うんだけど、その時の心理を考え、マック行くのに健康に気を使ってとか、ダイエットするからカロリー気にしてマックに行く？絶対行かないじゃない。もうマック行く時は、僕ももう胃もたれするようになってんだけど、まあ1回くらい、今日ぐらいいいかね、照り焼きバーガー頼もうと、ポテト
M じゃなくて今日はもうせっかくだから L にしちゃうわってやるじゃない。そう、覚悟していってるの。マクドナルド。もう不健康なのも分かってるし、太るのも分かってる。でも今日一日はジャンキーなの食べたいからいいのっていう気持ちで言ってるの。なのに、その気持ちで言ってるのに、野菜バーガーなんて食うわけないじゃんっていう話なんでね。しっかり考えてみると。だけど、女の子たち、特に若い女の子だから、突然ね、お店の人にアンケートされたり、こう書くやつだったかもしれないけど、やっぱり本音を答えにくいじゃん。ってなると、やっぱり、ちょっとね、おしゃれに見せたかったり、可愛く見せたかったりね、かっこつけたかったりとかもあると思うから、やっぱりね、ちょっとこう、飾った感じの答えをする。それをね、拾ってしまったんだよね。それは失敗したよねっていう話なんで。だから、そういうふうにお客さんの言ってること、表面的に言ってる言葉とかっていう鵜呑みにしちゃうと、本当にその中に中心にある、深層心理にある本当のニーズっていうのを読み間違えちゃうから、これはね、気をつけなきゃいけないんだよっていう話。で、これがハンドメイド、羊毛フェルトとかに置き換えると何が起きるかっていうと、やっぱりみんなこう作品作るじゃない。で、こう作品を作って、みんなでこのね、商品説明の中に素材の話とか書いちゃうの。中にはさ、結構多いのが羊毛フェルトだったらね、厳選したメリノウールを使ってとかさ、アルパカを使ってますとか、ここもうとにかくもうこんな素敵な素材使ってるんですって。で、これぐらい一つ一つ作るのにすごい丁寧に気持ち込めて作ってますとかって、みんなこう自分の商品すごくいいんですよ、こんなに素敵なんですよってこう機能面っていうのかな、そこばっかりをこう強調して載せちゃうんだけど、素材とか機能とかそこばかりをこう強調するように書いちゃうんだけど、お客さんはそこはあまり気にしてない。だってその機能とか素材が欲しくて買うわけじゃないから。だからお客さんは何を求めてこの商品、この作品を買いに来てくれるのかっていうところを深掘りして考えるようにしてあげると、またね、ちょっと違ったアプローチの仕方ができるから、そこをね、ちょっとね、やってみるといいんじゃないかな。僕はね、オーダー作家だから、オーダー専門でやってきているから、最初の頃はね、こう思ってた。うちの子オーダーの作家の仕事って、その亡くなった子、写真見せてもらってね、その通りに作るんだけども、この子にそっくりに作ってあげることが仕事だと思ってたのね。これがもう僕が絶対にやらなきゃいけないミッションで、これね、これそう思ってる人もたくさんいると思うんだけど、これね、僕の中では全く違うんだよねっていう回答に至った。で、今に至ってるんだけども、多分その思いでずっと続けてたら、今みたいなしっかりとした売り上げを立てれるような作家ではいられなかったと思う。僕が今こうやって羊毛フェルトのね、ハンドメイドの仕事一本で食べていけるのは、このお客さんのニーズをしっかりと捉えてる。で、自分が何をすべきかっていうことが分かってるからなんだよね。決してオーダー作家っていうのは僕の中の結論だよ。僕の中の結論では、オーダー作家っていうのはその子にそっくりなものを作るのではなくて、お客さんがなぜその子の姿を求めているのか、お客さんに今必要なものは何なのかっていうところをしっかり見て、それを用意してあげる。それを満たすものを、サービスを展開するっていうことこそがオーダー作家の仕事だっていうふうに行き着いてるわけね、答えがね。だからこそ今ちゃんとありがたいことに商売として成り立っていて、僕は羊毛フェルトだけで生活すること、家族を食べさせていくことができるんだよね。ハンドメイド作家の中でも売れてる人たちいるじゃない。で、多分公開しない人もいるから分かんないんだけど、実際にハンドメイドだけで食べてる人ってね。でもやっぱり昔より増えたと思うし、実際に今はそれが可能な時代になってるの。だけど作家になることはできても、そういうこの売ることとお客さんの心理とかいろんなもの、そういう必要なことを正しく勉強していない人はテクニックばっかりを求めに行っちゃって、例えばね、それこそ本当にフェルトの作る技術ばっかりを求めたりとか、あるいはその集客のための SNS 運用方法みたいなね、そんな枝葉のテクニックばかりをね、手に入れようとするんだけど、そこが大事なんじゃないんだよね。そういうところを間違わないように、お客さんのニーズっていうものを見れるようになると、すごく能力が上がっていくから。で、じゃあこれね、どうやって、その能力つけていけばいいのって、私はそんな能力ないから無理って言わないで、これ誰でもつけれることだから、これね、やってほしいんだけども、
まずね、常に、さっき言ったけど、どっちで坊やになってほしいんだよね。で、出先でも何でもいいから、例えばさ、みんなほら、このチャンネルね、女性の方が多いから、買い物行くじゃない。食材買いに行ったりとかね、夕食の準備で。で、その時に、スーパーとか行ったらさ、売れてる商品とかさ、ほら、陳列の仕方とかいろいろあるじゃない。あと、バーゲンセールみたいなのね、やってたりとかさ、ああいうのを見て、これなんでこういう風に見せてるんだろうとかって、いろいろ考えてほしいのね。これね、知ってる？レジの近くに、いつも必ずさ、ガムとかチョコレートとか絶対置いてるでしょ。レジのところに並んでたら、思わずこうやってチョコレートをカゴに入れちゃうじゃない。あれなんでか知ってる？あれ仕掛けられてるからね。あえてあそこに置いてあるので、なんでかって言ったら、買い物しようとしてお客さん来て、いろいろね、ぐるっと回遊するような陳列にされてるんだけど、そもそもでいろいろ見て回るじゃない。ですっごい実は疲れてるの。買い物したら疲れない。慣れちゃってるからあんまりそんなことないのかな。買い物したらさ、あれも買わなきゃこれも買わなきゃって探して歩いてさ、買うかどうか判断したりするじゃない。とにかくね、頭使って考えてるじゃない。歩くこともするし。で、それによって何が起きてるかって言ったら、脳がものすごく疲れてるから甘いものが欲しくなるんだって。だからお店で買い物をしてもらって、疲れた時に最後の一押しでレジの前にチョコレートとかガムとか甘いものを用意してあるんだって。すると思わず買っちゃうよっていうこの仕組みにやられてんだよね、みんなね。だからそのお客さんの心理とかそういったことを考えていると、そういう本当売るための仕組みっていうか、売れるための仕組みっていうのかな、そういうことも仕掛けられるから、だから売れる作家になっていけるっていうわけ。どんなにね、高い技術を手に入れてハイクオリティな作品を作れたとしても、ここの能力が低かったら絶対売れることはないから、そこはね、一緒に勉強していかなきゃいけないんだよっていう話でした。はい、こんな話はね、誰も教えてくれないと思う。実際に自分で経験してやり続けてる人じゃないと言えないから、本当のことをね。こんな話をね、たくさんしていくので、もうどこでも学べない話をしていくので、ぜひね、チャンネル登録して見ていってください。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。